始まりました R ズトークトーク MBTI を実践する放送局 MC の R です。よろしくお願いします。このチャンネルでは本を読んで独学で MBTI を日常で実践できるように考えるのが趣味の R が MBTI について思ったことなどをお話ししています。前回は NF タイプの自然な考えの進み方 MBTI でいうところの基本的認知スタイルについてお話ししましたけれども、今回は抽象を構造に変えていく処理スタイルを持つ NT タイプの基本的認知スタイルについて MBTI へのいざないユングのタイプ論の日常への応用をもとに様子の特徴とタイプの特徴を見比べながらお話ししてみようと思います。 NT のタイプになるのは ENTJ、ENTP、INTJ、INTP の4タイプ、真ん中が NT になるタイプですね。 NT タイプは基本的な自然な考え方として実際の具体的な情報ではなく抽象的な情報を扱うけど判断は構造的に行うタイプということになるようです。だから前回の NF と同じ抽象の世界の住人で今もしくはいつかはそこにあることではなくどこまで行ってもつかめないというふうにも言える種類の情報を扱うことが自然な人たちで、さらに判断基準が論理や構造だから NF のような意味を見出すという方向性ではなくつかめない種類の情報の整合性を考え続ける抽象の世界にパターンを見出そうとしてさらにそれを構造化していくような考え方なんだそうです。それはなぜそうなるのか、この構造を最適化するにはどうすればいいのか、そういう考え方を進めていることが自然になる。逆に言えば常にそういうことばっかり考えているタイプだということですよね。 NF との違いで言うと人にとってどんな意味があるのかではなくあくまで抽象情報のパターンとして考えている、構造として捉えているということで辻褄が合うことが重要になってくる傾向がある。これを ST と比べてみても面白くて、 ST は事実を着々と進めていく処理としての合理性で目の前にある材料として情報を捉えるイメージなのに対して NT は抽象的な情報に整合性を求める合理性で今は見えないパターンを見出す材料として情報を捉えるイメージ。この合理性の違いが時に行動のタイミングの違いになったり選択の違いになったりするというのも面白いですよね。そんな抽象を構造に変えたい NT タイプの特徴を MBTI へのいざないから一部引用します。直感機能と思考機能、心理的な観点を重視する、工夫に富む、自主性を好む、興味のあることないことがはっきりしている、理論やモデルを注意深く用いるという要素が見えてくるということですね。抽象の中にパターンを見出していく考え方っていうのはつまり抽象的な思考の中に家が建つみたいな考え方とも言える NT の人たちなんですけれども、時に気分屋かと思われるような部分が見えたりするんですよね。それは NT ではない人たちから見たとき何に反応しての言動なのかがわからないことがあるからだと思うんですよ。 NT タイプはあくまで抽象の世界でのパターンに注目しているのであれば実際に目の前で具体的に何があったかに対する反応を見せているわけではない場合が多くなると思うんです。だから具体的な相手が誰かとか具体的な何に対する反応なのかという部分ではない部分で反応が変わることが普通にあって、その姿は NT ではないタイプからするとなぜ今この瞬間に反応が変わったんだろうと感じる場合もあるかもしれませんよね。NT タイプの反応は具体的な実際の物事ではなくて抽象の世界の骨組みとして判断していることが現実の実際の行動として反映されているので具体的な実際のことへの反応ではないということになると、これはあの抽象に関係のあること、こっちは関係ないという判断をして対応している要素が興味のあることとないことがはっきりしているという特徴として挙げられているのかなと思いました。
そして合理性を考えるときも実際に何をしているか、具体的な内容ではなく、この物事のパターンとして強固なものになっているかが大事だったりもするから、自然な流れでその行動に至れるかのような、その物事に関わる人たちの心理的な観点を重視して判断していたり、そのための工夫を凝らしていたり、自主性という方向性がしっかりしていることを歓迎したりという様子として現れるのかなと思います。抽象の世界でのパターンが酸素になるというような様子とも言えるし、思考の中の豪邸に住んでいるとも言えるかもしれません。そんな NT の人たちが酸素が薄くなってしまう状況としては、感覚 S 的な実際の個別の具体的な一つ一つに対応しないといけない種類の情報や、感情 F のような構造では捉えられないパターンのないような情報に囲まれてしまった時となるようです。ここでの疑問としては、心理的なことには関心があるのに、感情には関心がないのかという点ですよね。これは実際に NT っぽい人たちを通しても、なぜこの前は人のことに興味ありそうだったのに、今回の感情のことにはそんなに興味がなさそうなんだろうと感じることもありました。考えてみると、これってパターンを見出せるかどうかの違いなのかもなと思うんですよね。感情 F は価値観で判断するとも説明されるタイプで、価値観で判断するというのは決して自分の感じ方で左右されるという意味ではなく、人一人一人の価値観をすごく重視して判断の材料にするという意味なんですよね。だからこそ感情 F の人たちは調和を図ろうとするという特徴が生まれてきたりもするんだなと思いまして、自分の価値観も他者の価値観もみんな一つ一つ見て、その調和のために判断することができる人たちだと感じます。こうなると、心理的ではなく感情と表現されるものは、具体的な実際の一人一人に対してデータを一つ一つ収集する必要がある。それが前提となっていると言ってもいいかなと思います。こういうパターンでは対応しきれない感情という種類の情報は扱いが難しくなる傾向が強いということかもしれません。じゃあ心理的な観点と言われるものはと考えてみると、こういう流れには動機としてこういうものが与えられやすいというようなパターンとしての情報で、あくまで抽象的な構造上流れがその方向へ行く傾向が強いと判断できる情報の一つとして、人の内界の動きを捉えられる部分については重視する傾向が強いということのようです。そのような苦手な情報に囲まれた時、NT の人たちはどんな様子になるのか引用したいんですけれども、これはあくまでサインなんですけど、他のタイプの様子の特徴と比べても、これは誤解されやすいなということが明らかだなと感じました。MBTI へのいざないから自然な考え方ができないとき、つまり基本的認知スタイルを用いれていないときの特徴を引用します。自分の思うように一日を過ごせない日が続く場合、理屈っぽくなる、自信過剰になる、無関心もしくは用心深くなる、周囲を見下す。こういう様子が見えてくるということで、この様子はこういう対応をしようと判断してやっているわけではなくて、あくまで今ここにある情報に対応するのが難しいですよというサインなんですよね。どのタイプにもある酸素が薄いことのサインなわけなんですけれども、NT タイプだけはかなりドキッとする種類の様子になりやすいことがわかりますよね。そしてこういうサインが出ているということは、そもそも NT の人たちが困ってしまうような一つ一つに個別の対応をすることが必要な場面や、人の価値観や感情に対応する必要がある場面に置かれている可能性が高いんですけど、この同じ状況に対して他のタイプの人は何とも感じない可能性が高いんですよね。だから余計に処理できない情報に囲まれてしまった NT の人たちを他のタイプの人たちが見たら、ブツブツ言ってねえで作業しろよとか、
なんでやる気なくなっちゃったんだろうとか、なんかバカにされてると感じかねないのかもなと思います。他のタイプの人たちから見たら、普段パターンから判断した合理的な様子として見えている NT の人たちが、まさかこの場面で急に対応できなくなるとは思わないし、NT の人たちが抽象の世界で迷子になった自分を何とかしようとして、抽象的なパターンを見つけようと、ああでもないこうでもないと、いわゆる理論的なことや抽象的な議論をつらつら並べている姿は理屈っぽくなっているように見えたり、この場にある NT にとって苦手な情報たちに気づかずに全く反応できずにいる姿は無関心や用心深いと感じられたり、周囲を見下していると思われかねないかと感じました。そんな時他のタイプの人たちは興味ないんですねとか、めんどくさいんでしょみたいに感じることも多いと思います。だけどあくまでその様子は今処理ができていません、酸素が薄いですというサインであって、状況に対する対応として出てきた反応ではない可能性が高いということなんですよね。そんな時どうしたらいいかを考えてみました。抽象的なパターンを見出せるような情報を得られると処理しやすくなると思うので、本人としてはできるだけ周囲の人にパターンを見出す手伝いをしてもらうのが一番じゃないかなと思います。そもそもが自分でパターン化することとか、どのパターンを採用するかの判断が難しい状況にいると思うので、誰かにその手伝いをしてもらえたらかなり楽になると思います。周囲の人の場合は具体的にあれやってこれやってというのではなく、これはあの時のパターンでいいと思うよとか、今回のこれってあの話と似てると思うんだというようなパターンの例を挙げてみるとか、それが難しい場合は何のどこが気になっているのかを聞いてみるといいのかなと思います。どこが気になってるかを聞いたらきっとね、なぜそこが気になるんだろうと思うようなことを言うと思うので、なぜそれが気になるのといった感じでね、さらに掘り下げてみるとパターンとしての提案もしやすくなるかもしれませんと思いました。NT の人たちは思わぬところで急に興味を失ったように見えたりするからか、どうしても性格きついとか冷血みたいに思われやすいところもあると思いますが、処理不能になった結果反応が失われただけという可能性も大いにあると思いますので、パターンを提示して様子を見てみるというのも手かもしれないと思います。 ST、SF、NF、NT と進んできた基本的認知スタイルシリーズ、今回がタイプ編の最終回となりました。大まかな分類ではありますが、これだけの幅がある処理方法が目の前にいる人たちの内側で働いてるんだなと思うと、コミュニケーションや意思疎通はやっぱり一筋縄ではいかないなという興味深さを感じますよね。次回は違うタイプがコミュニケーションを取るときにお互いに酸素が薄くなってしまう瞬間を比較する回を予定しておりますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。